前回のあらすじ、ロマンを詰めすぎた、ダメだった、へこんだ。ということで、気分転換にルール遵守 JC に初めて参加しました。競争熱がぶち上がったのでルール無用 JC にぶつけます。現在はゆうたさんの 2.51 秒が一番です。頑張って更新しましょう。今回の開発方針を決めます。シャーシ全体での衝撃吸収はレーンチェンジで有効なのでこれをベースとします。前回のマシンは重すぎでした。重いマシン用のモーターはまだ届かないので、手持ちの816モーターを使います。特性は高回転テトルクです。つまり軽さが必要です。今までのステアリングシャシは部品点数が多くて重かったです。シャーシ以外の部品も入れるとさらにすごくなります。できるだけ一体で出力できるようにします。開発方針は衝撃吸収する軽量シンプルなシャシでいきます。つまりバネ4区の進化版です。シャーシ全体がバネになり衝撃吸収をして、ベッドのバネパッツも必要なく軽量シンプルになります。柔らかすぎると走らないので、バネにしつつ高速走行に耐えるようにすることがポイントです。ということで早速試作です。816モーターは初めて使うので駆動部分を先に作ります。どんどん調整していきます。ギア比は 2.75 対1です。位置が出ました。モーターにピニオンを入れます。いつものピニオンを使いたいのですが穴径が異なります。ゆうたさんのツイートから合わせ方が分かったので早速やってみます。真鍮パイプを切り出します。いい感じです。モーターの軸と真鍮パイプを接着します。ピニオンが入りやすいようにパイプの先端を削ります。この時点で大きな軸のブレがないので期待大です。負荷をかけても空転しないのでしっかりとくっついていますね。ピニオンを入れます。モーターの軸に負荷がかかるので先に真鍮パイプとピニオンをくっつけておくべきでした。モーターを回しても大きなブレはないです。ギアの噛み合いも確認します。スルスルグッドです。モーターにバッテリーを接続してみます。両面テックしてもタイヤが離れます。予想以上のパワーです。駆動の確認ができたのでマシンをモデリングします。モデリング完了です。床を抜くことでバネの動きをするようにしています。まずは硬い樹脂で印刷しました。これで普通の走りができるかを確認します。車高はギリギリまで下げています。スーパーハードタイヤにすることで遠心力によるタイヤの変形を防いでいます。速度チェック、少し押さえつけてトルクがかかるようにしています。期待できる速度です。レッツゴー。コースアウトしましたが速度は出ています。トルク不足を懸念していましたがいい走りです。レーンチェンジを見てみます。スロー。低重心かつ軽量のおかげか安定感があります。LC の出口でコースアウトするのに再現性があるかを確認します。しました。コースアウトのスロー。ギアが浮いたままカーブに入ってコースアウトです。シャーシを曲げてここの衝撃を吸収したいです。ポテンシャルを見るためにタイマー測定位置を変えて1周の参考タイムを見てみます。2.60 秒。完走すれば2周目からの加速した状態での記録更新が期待できます。柔らかい樹脂で印刷してきました。曲がりを確認します。柔らかくしすぎました。一応続行します。重さは77.4g です。バッテリーとモーター2つずつにしては軽めです。スピードチェック。時速61キロ、硬い樹脂が77キロだったのでかなりのロスがありますね。走らせてみます。止まっちゃった。シャーシが変形してギアが噛まなくなっています。合成不足の一番の要因はこの大穴ですね。曲がるけど柔らかすぎないようにする必要があります。そして駆動部はがっちり硬くします。硬くて曲がるようにするには高さのある壁で格子状にするのがまず考えられます。ですがこの格子を作るのが非常に大変です。スケッチがすごいことになります。格子の調整も簡単にはできないです。別の方法を探します。3D データを 3D プリンターが印刷できる形式に変換するスライサーでやってみます。3D プリント品の内部はこんな感じに格子状になっています。いい感じのバネになりそうですよね。調整も超簡単です。格子を太くしたり密度を下げたりできます。ただ一点問題があります。これは 3D プリント品の内部に対する機能なので天井と底が必要です。こんなのがあると曲がらないです。内部の格子だけ印刷する方法はないかしらとインターネットサーフィンをしていたところ、超偶然にもアズパカさんからやり方を教えていただけました。ありがとうございます。早速やってみます。できました。天井と底がないです。格子の調整も楽々です。いろいろなパターンで印刷してみました。これが良さそうです。硬いですが曲がります。モデルを修正しました。モーターを中央に置いています。バランスを整えました。ローラーステーが曲がるとスラストが効かなくてコースアウトするので FRP ローラーステーを固定できるようにしています。駆動部を印刷して駆動をチェックします。まずは硬さをチェックします。かなり硬いです。これだとマシンが曲がらない気がしますね。バネ部は格子の密度を下げて曲がるようにします。シャフトの回転を確認します。
もう一回。柔らかい樹脂は印刷時に反りやすくて常に駆動部が少し曲がっています。駆動部までも柔らかい樹脂で印刷するのは厳しいことが分かりました。ちなみに駆動部だけの重さは 9.3g、硬い樹脂だと 4.2g、強度を出すために密度が高いので重いです。シャーシを一体で印刷する目的が部品点数の減少による軽量化なので目的に反しています。ステアリングシャーシと同様にバネパーツを別体にします。構想は失敗ですが色々と学べたのでグッドです。新たにモデリングします。軽量シャーシを目指します。底面をなくして骨組みで作ります。モデリング完了です。シャーシを印刷しました。左がフロントで右がリアです。モーター押さえを印刷しました。バネパッツを印刷しました。バネスタビを印刷しました。今回の学びを活かしてバネにしています。すべてのパッツが揃ったので組み立てます。バネパッツをシャーシに圧入します。固定部品で固定しないのでキツキツにしています。モーターの滑り止めとしてビニールテープを貼ります。モーターを搭載します。モーター押さえを取り付けます。ネジを差し込みます。ナットで固定します。シャフトを差し込みます。ギアを取り付けます。スペーサーを取り付けます。ホイールを取り付けます。バッテリーを搭載します。グリス塗り塗り、ローラーを取り付けます。固定します。できました。軽量低重心ハイブリッドバネ4区です。骨組みのシャーシがかっこいいです。中央で固定していないので縦横無尽に曲がります。これがステアリングシャーシとの違いです。良い効果があるかは試さないと謎です。重量測定 95.5g、 シャーシだけでの比較。最初の試作機 26.6g、 ふにゃふにゃくん 21.0g、 ハイブリッドバネ4区、リアシャーシ、フロントシャーシ、バネ33.0g、 やはり重いです。走らせます。タイヤ取れちゃった。一旦ストップ。スポンジタイヤを接着剤で固定しました。これでどうでしょう。吹っ飛んでった。スーパーハードに戻してタミヤテップを詰めました。レッツゴー。3.82 秒。遅い。バネ側が開くのでローラー側が下がって地面に擦っています。擦り対策で台形マルーンタイヤです。レッツゴー。この速度でコースアウトは厳しいです。レーンチェンジの様子。1周目、2周目、どちらも衝撃吸収感がないです。バネが硬いです。可動域と柔軟性向上のためバネを細く長くしました。ですが問題があります。あまりにもふにゃふにゃです。このパッツで上下の動きを制限します。まだ諦めたくないので悪あがきです。シャーシにも穴を開けてネジ止めします。こんな感じに取り付きます。効果を見てみます。骨組みにしたので面がなく抑えられないです。完全に失敗です。ひらめいた。新型シャーシを作りましたが検証途中でモーターを壊して在庫がないので次回動画にします。それではまた、のし。